書類にこぼれたラテをまだ拭いていると、ジェシカが再び私のオフィスに突入してきた。読めるのか、子守役？彼女は私のデスクにスマホを叩きつけ、目には侮蔑の色を浮かべていた。ゆっくりと画面を見下ろす。グループチャットでは、レオがまだ調子に乗っていた。彼は全員をタグ付けしていた。私は不在だ。今後はジェシカが取り仕切る。彼女の言うことが絶対だ。それに不満がある者は去っても構わない。私の電話が鳴った。レオだった。ジェシカから全部聞いたぞ、彼は苛立たしげに叫んだ。彼女は社員だ。なぜ経費を承認しなかった？なぜ彼女を故意に狙うんだ？説明しようと口を開いたが、彼は遮った。警告しておく。身の程をわきまえろ。言葉を濁せば、君は財務部長だ。はっきり言えば、俺の犬だ。そしてジェシカは、お前の女主人だ。部屋の向こうからジェシカのけたたたしい笑い声が上がった。彼女は私の電話に身を乗り出し、甘ったるく囁くように言った。レオ、ハニー、あなたまだ。本当にジェシカの経費を承認してほしいのですか？私は冷たい口調で遮り、冷静にスマホのボイスレコーダーを開いた。時間の無駄だ。今すぐ承認しろ。口元に冷たい笑みを浮かべた。承知しました。電話を切り、一瞬も躊躇なく経費申請書にサインした。5分以内に口座に入金します。ジェシカは勝ち誇った表情を見せた。彼女は一束のレシートを手に取り、それで私の方を軽く叩いた。今回は多めに見てあげる彼女は見下したような口調で言った。でも次は、私に対する口の利き方に気をつけなさい、惨めな野犬め。私は彼女の手首を掴んだ。鋭くひねると、ジェシカの顔が苦痛で歪んだ。ジェシカ私は危険なほど低い声で言った。お前ごときが、そんな口を聞く資格はない。何しろ、この会社を立ち上げる資本の大半を出したのは私の家族だ。私たちが筆頭株主なのだ。レオが CEO かもしれないが、財布の紐を握っているのは私だった。私は彼女の手を振り払った。不意をつかれ、彼女はよろめいて床に転んだ。彼女の目を見開き、金切り声を上げた。私を殴るなんて。その時、彼女の携帯に通知音が鳴った入金の知らせだ。彼女は私を毒々しく睨みつけ、慌てて起き上がると出て行こうとしたが、叫んでいた。覚えてなさい。あなたをぶっ潰してやるから。私は四半期報告書の心配があったので、彼女を気にも留めなかった。30分後、親しくしている同僚のリリーが私のオフィスに駆け込んできた。クロエ、大変。あなたのことが暴露されてるの。彼女の顔は青ざめていた。グループチャットが大騒ぎよ。不安の塊が胃の中で締め付けた。ここで働き始めて3年、レオ以外には、私がゴードン家の唯一の跡取り娘だということを誰も知らなかった。バレてしまったのか？リリーは震える声でスマホを差し出した。クロエ、私は信じてないの。あなたがそんな人じゃないってわかってるから彼女は慰めるように私の肩をポンと叩いた。あなたが愛人なんてありえないでしょ？彼女の言葉は冷や水を浴びせかけられたかのように私を襲った。愛人？一体誰の愛人だっていうの？私はスマホをつかみ取った。ジェシカが新しいグループチャット会社の全員が参加しているが私だけ除かれたを作り、私の写真を大量に投稿しているのを見た。皆さんに教えてあげるわジェシカは書いていた。クロエが着ているこのコート？バーバリーよ。$5000以上する。このバッグ？ルイ・ヴィトン。$15,000以下じゃ買えないわ。それに靴、サングラス、
ヘアピンまで彼女の全身で5万ドル近い価値があるの。彼女は別の写真を投稿した。この車のブランド、皆さんご存知でしょ。多くは言わないけど、教えてよ、財務部長がこれら全部をどうやって買えるの？静かだったチャットが沸き立った。レオの発表後、多くの社員がすでにジェシカにこびへつらっていた。今、彼らはでっち上げの話を作り出していた。先週、彼女がずっと年上の男性の車に乗り込むのを見た気がする。知恵。彼女には何かおかしいところがあるって前から思ってた。ジェシカが指摘しなかったら、私たちみんな騙されていたわ。指示に気を良くしたジェシカは、さらに図に乗った。皆さんにこれをお伝えするのは、正義のために立ち上がってほしいからですと彼女は書いた。クロエは私の背後で常にあなた方のボスにメッセージを送りつけているの。夜遅くに家に来るように言ったことだってある。彼女はスクリーンショットを投稿した。深夜1時に私がレオに送ったメッセージだ。今すぐ私の家に来てと書かれていた。文脈としては、父が契約書に重大な問題を見つけ、緊急会議のためにレオを呼び出したものだった。しかし、その文脈がなければ極めて不利なものだ。この証拠により、堰を切ったような非難が始まった。レオとジェシカがもうすぐ結婚するって知らないの？ああ、彼女のタイプわかるわ。私も昔はああいう女だったのよ。いつも他人の男を奪おうとして。リリーはスマホを奪い返し、手を震わせた。クロエ、これ全部嘘でしょ？私は感謝の意を込めてうなずいた。長い話になるけど、教えてくれてありがとう。私は彼女のスマホを指さした。これ、写真に撮らせてもらえる？写真？私は微笑んだ。警察に行くの。これは名誉毀損よ。リリーは2度尋ねもせずにスマホを手渡した。そうね、クロエ。そうすべきよ。私は素早く証拠を記録し、家族の弁護士に送った。そしてリリーに向き直った。心配しないで。私は彼らが言っているような人間じゃないから。最初にメッセージを見たとき、私は傷つき、混乱し、激怒した。最初の衝動は飛び出してジェシカに立ち向かうことだった。しかし、それは事態を悪化させるだけで、私の汚名を晴らすことにはならないと分かっていた。弁護士からほぼ即座に返信があった。これは名誉毀損に該当します。ゴードンお嬢様。今すぐ訴状を起草しましょうか？お願いします。私は返信した。できたら私に送ってください。まとめてすべての資料を警察に渡します。送信を押した直にオフィスのドアが勢いよく開いた。ジェシカが手を腰に当てて入ってくると、私の正面の椅子にどさりと座った。やれやれ、大財務部長さん。ちょっと退屈そうね。私はわざわざ顔も上げなかった。彼女は動じもせず、レオからの音声メッセージを再生した。買い物に行きたいなら行けばいい。全部は持てないだろうから、誰かを捕まえて手伝わせなよ。それかクロエを連れて行け。あいつは暇だろ？メッセージが終わると、ジェシカは嘲笑するような笑みを浮かべて私を見た。私は笑みを保ったまま、机を整え、立ち上がった。行きましょう、ジェシカ。ちょっと買い物にお付き合いしますよ。3. 私の従順さに彼女は驚いたようだった。彼女は私を数秒間じっと見つめてから嘲笑していった。そうこっちのもんだ。身の程をわきまえるのはいいことよ。私は彼女を無視し、忠実な運転手のように振る舞った。モールでは彼女はまっすぐに高級ブランド店に歩み入った。これを見せて彼女は5つの異なるハンドバッグを試着し、鏡の前で得意げに水黒いしてから私に向き直った。クロエ、これ
私に似合うと思う？お買い上げですよ、私は淡々と言った。彼女は私の励ましなど必要としなかった。手をひらりと振ると、店員に5点すべてをレジに通すように告げた。レジで彼女は私に支払うように合図した。私は思わず笑いそうになった。あなたが買い物をして私が払えと？彼女は私を軽蔑した目で一瞥した。なんで？あなたの金で？彼女は苛立たしげに指を振った。会社のカードが欲しいの。早くちょうだい。私は驚いたふりをした。会社のカードですか？抗議し始めたが、彼女は警告の眼差しで遮った。自分が何者か忘れたの。ちょっとの間、私たちのお金を管理してるからって、あなたのものになるわけじゃないの。私のフィアンセが言い聞かせた教訓、もう忘れたの？私は口を結び、忠実に会社のカードを取り出した。おっしゃる通りです。レオが好きに使っていいと言っているのなら、私がとやかく言うことではありません。カードを手にしたジェシカの行動はさらに常識外れになった。彼女は次の店に颯爽と入ると、ディスプレイのハンドバッグ全部を指さした。全部いただくわ。たった一つの午後で、彼女は20万ドル近くを使い込んだ。時計が5時30分近くになると、私は戻る時間だと思い出させた。あら、戻らないわよ、彼女は冷笑していった。今夜、部門で食事会なの。あなたを抜きではありえないわ。時を同じくして、同僚が数人現れた。ジェシカ、着いたよ。海鮮料理のおごりって本当？高すぎない？彼らはみんなジェシカにお世辞を言い、明らかに私を無視した。驚いたことに、これまでまあまあ良い関係を築いてきたブレンダというマネージャーが、私を名指しした。クロエ、お金持ちと結婚したい気持ちはわかるけど、女にも自尊心ってものがあるでしょ？他人の男にそんなに自分からすり寄るなんて？ブレンダ、もういいの。ジェシカは笑いながら遮り、新しく買ったハンドバッグの一つを彼女に手渡した。あなたはこの会社の古参で、私たちの最も貴重な財産の一人よ。ボーナスだと思って。みんなが目を見開き、驚きの表情を浮かべた。ブレンダは有頂天だった。ジェシカ、本当？こんな高価なバッグを私に？本当だと確信すると、席を切ったようにみんなが私を非難し始めた。私は何も言わず、ただ静かにスマホでビデオ録画を開始し、一つ一つの醜い表情、悪意ある言葉を記録した。しばらくして、ジェシカは彼らを静かにさせた。彼女は向かいの高級海鮮バイキングを指さした。今夜はあそこで食べるわ。私のおごりよ。彼女は得意げな表情を私に向けた。そしてクロエ、あなたも来なきゃダメよ。私は断ろうとしたが、ジェシカにさらに取り入ろうとするブレンダが私の腕を掴んだ。彼女はボスの婚約者よ、彼女は囁いた。身のためを思ったら、おとなしく従った方がいいわ。彼らは私をレストランの入り口まで引きずっていった。ジェシカは私たちのグループを指さした。5名です。それから私に向けてジェスチャーした。この女はただの荷物持ちよ。食べないから。入れてもらえる？ 4。受付の女性は困惑した表情を浮かべた。他の全員が隠そうともしない軽蔑の眼差しで私を見ていた。申し訳ございません、お客様。それはできかねます。それがジェシカにとって十分な口実となった。彼女は甘ったるく微笑んで私に言った。聞いたでしょ？あなたは入れないの。結局のところ、あなたのような人は食べ物を盗まないとは信頼できないから。彼らは一斉に笑い出した。私はただ肩をすくめた。構いません。外で待っていますから。
私の無ぞりようが彼女を怒らせたようだった。彼女は白目を向いた。どうでもいいわ。あなたは用なしよ。帰っていいわ。はい。振り返りもせず、私は去った。車に向かう途中、新しく録画したビデオを弁護士に送り、簡単なメッセージを添えた。これを書き起こして。パワハラ、名誉毀損すべてがそこにあり、明らかだった。たとえ犯罪に該当しないものもあったとしても、確実に解雇の理由となるものばかりだ。その八重へに帰ると、会社の口座を確認した。残高はほとんどゼロだった。流動資産が突然これほどまでに減少すれば、会社は立ち行かなくなる可能性がある。しかし、私は心配していなかった。これはレオの落とし穴だ。私は彼にこの苦い結果をすべて飲み込ませるつもりだった。その後1週間で、ジェシカは口座を完全に空にし、さらに60万ドル以上の負債を積み上げることさえした。彼女は自分自身に新しい衣服の数々、山のようなハンドバッグ、そしてついには私のと同じ車を購入した。そして彼女が買い物をしている間、私は入念に証拠を集めていた。すべての法的書類が準備できた日、私が警察に電話しようとしたまさにその時、ジェシカがレオの腕にすがって入ってきた。彼は空港から直行したらしく、スーツケースを引きずったまま激怒していた。クロエ、他の連中はジェシカが俺の婚約者だって知らないかもしれないが、お前は知ってるだろうが。他の奴らと一緒になってとぼけてるつもりか？彼はうなるように言った。それとお前が俺に片思いしてるのは知ってるが、正式に言っておく、俺は興味ない。嫌悪感が押し寄せてきたのを感じた。あなたに片思い？他に何があるんだ？うまく隠してるつもりか？彼は自信満々に言った。俺のことが好きじゃなかったら、なぜ俺の会社に財務部長として働きに来たんだ？私は思わず冷ややかで笑いのない笑いを漏らした。私がここにいる理由は2つある。1つは、私の家族が筆頭株主だから。2つ目は、レオ自身の父親でさえ彼一人で会社を運営するのを信用しておらず、私に来てくれと懇願したからだ。ジェシカは彼の腕を引っ張り、下唇を震わせた。ハニー、私が欲しい車の経費を彼女が承認してくれないの。レオは私を睨みつけた。なぜジェシカの車を生産しないんだ？私は彼らを見て純粋に困惑した。カードはお持ちでしょう。私が生産することなんてあるんですか？そしてはっと気づいた。とぼけるな。ジェシカは金切り声を上げた。車を買おうとしたらカードが使えなかったの。あなたが何かしたに違いない。今わかった。彼女はカードの予診限度額に達したのだ。カードにはもうお金がありません。だから拒否されたんです。ありえない。俺が出張に出る時点で30万ドル以上残ってたぞ。レオは苛立たしげに私の机を叩き返した。金をよこせ。今すぐだ。私は仕方なさげに手を広げた。お金はありません。ですが、明細書ならありますよ。ご覧になりますか？レオは自身の混乱に夢中で、ジェシカの目にかすかに走った強硬の色に気づかなかった。明細書をよこせ。明細書ではありません。私は厚い紙の束を手渡しながら、辛抱強く訂正した。負債のリストです。どうしてこうなった？彼の恐怖に満ちた叫び声は、私のオフィスの窓ガラスを割りそうな勢いだった。彼の顔は真っ青で、椅子に崩れ落ちた。会社がこれほどの負債を抱えるなんてありえない。5. 最初に反応したのはジェシカで、非難するように私を指さした。あなたよ。彼女は叫んだ。あなたは財務部長でしょう。あなたがお金を管理してるのよ。あなたが全部使ったに違いない。
彼女の言葉はすぐにレオを動かした。彼は憎悪の眼差しで私を見た。どこだ？お金はどこに消えたんだ？私は何気なく椅子にもたれた。お金がどこへ行ったか？ジェシカ、それは誰よりもあなたがよく知っているはずです。私はレストランで録画したビデオを再生した。ジェシカの声が部屋中に響き渡った。心配しないで、皆さん、食べて食べて。全部私のおごりよ。今夜は海鮮バイキング、明日は都心のあの屋上レストランに連れて行ってあげる。一人$300よ。歓声の合唱が続いた。レオの顔は醜い灰色に変わった。ジェシカは私のスマホに飛びかかった。嘘よ。そのビデオは偽物。彼女は削除しようとしたが、その前にオフィスのドアが開き、2人の警察官が入ってきた。私は時計を見た。電話してからたった15分だ。素早い対応だ。クロエ・ゴードンさんですか？一人が私に尋ねた。私はうなずいた。ジェシカ賞を探しています。ジェシカは即座にレオの背後に縮こまった。彼は感心なことにしっかりと立ちはだかった。私は彼女の婚約者です。これは一体何事ですか？彼女が個人を公に中傷し、会社の資金を横領したという訴えを受けました。事情聴取のため同行をお願いします。翔さんには協力していただく必要があります。警官の言葉がようやくレオの否認を打ち破ったようだった。彼は信じられないという様子でジェシカを見た。君が会社の金を横領したのか？彼女はガンナに首を振った。私はあなたのお金を使っただけよ。どうして横領なんてできるっていうの？彼女よ。彼女が私を陥れようとしてるの。すべての非難が突然私に戻ってきた。私はただ眉を上げた。私はすでに警察にすべての証拠を提出しています。でっち上げの嘘をいくつか信じると思いますか？そしてレオ、あなたは負債の明細を見ましたよね。私は指でペンをくるりと回した。あの支出のすべてはジェシカによってなされたものです。一瞬躊躇した後、レオは再びジェシカの前に立った。ここは俺の会社だ。俺がボスだ。そして俺は告訴しない。部屋の空気が張り詰めた。ジェシカの顔に得意げで勝ち誇った笑みが広がった。